さあ毎週月曜のこの時間はこの日も早いな入ってくるのこの学校のウルトラサー言ったっておかしいね。ウルトラサーバにある秘密の研究室から Perfume 研究員が登場。名古屋行っちゃったんだもん。だって俺金曜も言わせてもらったけど入ってくるの早いんですよ。もう完全なコズミックだね。来ましたー。全然気のねえ返事しないでもらっていい？気持ちのやつ出てきちゃってますけどね。そんなんじゃないからね。生で見たらドームエディションを。しかも今回はですね、ちょうどいい答えを見つける質問マカロニの研究でございますよ。季節柄ね。そういうことになるね。季節柄。代々木公園の PV。Perfume ロックス。さよなら。Perfume Locks, starring Perfume. ラジオネーム、よしろうからの依頼。秋なので、ちょうどいい答えを探す質問マカロニを研究せよ。秋、マカロニの季節ですね。そうですね。マカロニの歌詞に、これぐらいの感じで多分ちょうどいいよねという部分があるんですね。あるある。それを言ってくれてるんだな。いいよね。あの歌詞、好き。いいよね。ファン多い。多いね。多いね。じゃあ、行ってみましょう。はい。書き込みを読んで、勝手にこれぐらいの感じがちょうどいいよねを導き出す質問マカロニ鹿児島県18歳女の子、なおちょあんちゃん。なおちょあん。今日、学校の行事で21キロくらい歩きました。歩いたね。すごい。友達に、Perfume がゴールにいたら、私生きて帰れるとか言ってたら、ゴールにPerfumeちゃんがいるわけでもなく、股関節バッキバキで家に帰りました。迎えの車の中で聴いたリラックスインザシティほど、疲れた体に染み渡る曲はありませんでした。心地よい場所探してるのお疲れ様。お疲れ様。マジお疲れ。21キロすごいな。行事でそんな歩くっけか。でも歩くよね。歩く。小学校の時とかも、お散歩みたいな、お散歩の授業で、一日歩き回るだけの日みたいな、あった覚えがある。なんか私はボランティアでゴミを、ひたすら街のゴミを取りに行くってやつを、朝から歩いて、昼どっかわからんなんか山みたいなとこ到達して、お弁当食べた後に、そのまままたリュック背負って、ゴミ袋持って、ちょっと遠回りして。銀色のカチカチカチってするやつ持って、ゴミ拾ってくみたいな。へえ、それも結構歩くよね。確かに無駄に歩くよね。なんだあれ。ちょっとさ、小さい体には長すぎるよね。体力つけるってことなんかな。そういうことか。からの、歩く距離どれくらいの感じがちょうどいい？お、来た。あ、ちょうどいいって。そういうことか。全然わかんないけど。だから、普段の運動だからやっぱライブ立つ前、やっぱ体力落ちちゃダメだろうなって時に、ちょうどいい距離。歩くだよね。私は4駅だと思ってます。4駅キロから大丈夫。歩く距離で聞かれてるから。そっか。でもさ、電車の線によって駅のさ、距離感違くない？そうだね。東京と地方では、まあ違うところもあるかもしれないけど、広島の壁線えげつないっていうな。4駅も歩いたらマジでもう何時間行くねん言われてるな。ほんまに。確かにそれはあるな。東京でいうとこの4駅だと思うな。大体1時間ぐらいかな。1時間ぐらい歩き続けて、時間4駅分ですよ。大体東京は。私5キロ卵が買えるぐらいかな。ノッチさんは5キロ。ちょっと少ないかもね。ポケモン GO でいうところの最近色がついたね。色つきましたね。私ちょうどいい気持ちよさで行くなら3キロだと思う。私多分あんまり歩けないんだと思う。そうなんだ。どのくらいな？全然ね、どれぐらいっていうのもわかんないけど5キロ歩くと、その5キロ卵返すのに5キロ歩くと、足と靴の具合が良くなくってしんどくなるイメージがある。靴が合ってないのかな。革靴でそういうことするからかな。革靴だからだよ。そういうこと。質問マカロニ。こんなんでいいかな。千葉県15歳男の子、ラジオネーム口寄せPerfumeくん。ありがとう。11
月23日から12月28日までグアムで合宿することになりました。以上だけ終わりあ、そう。まあでも15歳にとっちゃグアムで合宿なんて大トピックだよね。すごいよ。ないよ。バブリーな家じゃねえ。海外で合宿するって。なんじゃろう、スポーツのなんかすごい子なんじゃろうか。かもね、寒い時期にでも、あったかいとこに行ってでも、する。スポーツしなきゃいけない。海系だ。海系。海 ?15 歳でトライアスロン。遠泳あ、トライアスロン。トライアスロンとかかな ?15 歳でかもね。すごい人生を辿っとるな。すごいね。もう15歳でトライアスロンプロになるんかな。すごいね。23から28ってことは、5泊6日あ、結構行くんだわ。結構長いよね。結構行くね。長い。みっちり練習するんだろうね。からの、うん。グアムで過ごすなら、何泊ぐらいがちょうどいい？グアムの知ったことなくてさ。私もない。嘘あーちゃん行ったことあるよね。何回かあるよ。そうだよね。飛行機超近いよ。2、3時間。それさ、本当にびっくりなんだけど。韓国より近いぐらいの感じ。あーちゃん行った時何泊くらいした？私は、2泊3日でした。お全然行けるよ。楽しめちゃう。うん、全然楽しめる。家家族で行った時は3泊4日とかだったと思う。なるほど。でもグアムは、なんもないの。その場所を楽しむって感じ。この高い空と、この大きなヤシの木、自然とか、海とか、気候とか。そうそうそう。そういうのを楽しむ感じで、なるほど。ビッグなアイスみたいな。お手軽にアメリカ気分を味わえるみたいな感じかな。なるほど。そうなんだ。うん、じゃけまあ2、3泊でちょうどええんじゃ思うよ。私も2、3泊かな。今の聞いて。でいいぐらいでいいかな。そんくらいでいいと思う。それ以上ったらもうね、すんごい焼けちゃうし。そっか。ちょうどいいかな。質問マカロニ新潟県25歳女の子ラジオネームごましおんちゃん。ごましよ。雑誌あんに、ノッチの前髪の話が載ってましたが、私は前髪があるノッチもすごく好きです。あら。むしろ、大人になったノッチに前髪があるとキュートかも、なんて思ったりして、個人的には、ナチュっこい、不自然なガールのぐらいの時の前髪が好きですね。でも踊ってると邪魔なのかな。なるほど。なるほど。あれは、短いっていうか、ボブっていうか、マッシュっぽい髪型の時。後ろも短くって、前髪伸ばし中のところで。でもあれは忘れんけども、ミュージックステーションさんで、ナチュラルに恋して踊った時に、あれ邪魔で邪魔そうだった。っていうような、感じだったよ、アップになった時。私も不自然の時に思っとった。でもね、私ね、前髪で、片目隠れるのとかね、ちょっと好きだったのよね。ああ、そう、知っとった。そう知っとるよ。気に入っとったけど、何も言わんかったけど。ちょっとやめてよ、今になってそういう話。あれじゃけ。へこむから。邪魔じゃ、あれは。からの、ノッチの前髪どれぐらいの感じがちょうどいい？だから、前髪で自分のね。どれくらいの感じ？今前髪ってあるのそれ。あるよ。顎下。それが前髪なの？そこ前髪なんだ。これね、前髪なの。すごいんだけど。もうなんか一体化してどこが前とかわかんなかったけど、それ前なんだ。すごいでしょ？これ。本当だ。その、一番顔に近く来ている、前の2センチくらいが前髪ってこと？そう、これ前髪なの。だからノッチは今すごい楽だから、顎下ぐらいがちょうどいい。私は、この、センターで分かれてるところの分かれ際にあるチュ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 っているそのアホ毛ねチュチュの生え際だけがそれだけが前髪だと思ってた。それアホ毛なんだね。これはアホ毛がちょっと伸びちゃったっていう毛ね。ちょっと3センチくらいのピョーンってのがあるよね。私それだけが前髪だと思った他全部買ってんだと思った、ないんだと思ってた。私も前髪っていうものはもうないんだと思ってた。あるよ。それ前髪だったんだ。ここね、そう皆さんが前髪として持っている毛根から生えている毛は前髪です。そうなんだ。だからもうちょうどいいとかない？今どれぐらいがちょうどいい？今でちょうどいい。今でちょうどいい？何気に入ってないの？いや、気に早く終わらせたいの？ねえ、あんたの話題だよ。何なの？
恥ずかしいの。じゃあ赤くなってちょうどいいか。そうしよう。質問マカロニ。どうだったんだろう。それでよかったのかな。これちょっと模索中です。そうだね。もう一回あたり来ると思います。そうだね。皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて Perfume です。よろしくお願いします。やっぱちょっと前髪ノッチの前髪を研究せよ。あれ研究になってる。気になってしょうがないもん。知りたい。本当にすごいびっくりしたよ。もう掲示板もざわつきざわつきですよ、きっと。それはもうどっちの意見でざわついてるのかがもうわからない。男子はちょっと分かりづらいかもしれませんけど、女子にとっては例えば、ゆかちゃんみたく前髪を作ってるんですよ。前髪っていうものがありそう、ます。顔があってその上に髪が生えてるで、目の上でザクッと切ってる。これを前髪を作るということですね。でこれを私の場合はそれをこう横に流したりしてるわけですよ。でこれも前髪作ってる状態です。前髪ある。そう、それがこの髪の毛、前髪がビョーン伸びて横にバーン分けた状態、それがノッチです。そうです。でこれはもう前髪を作っているわけではなくて流してるんですね。流してる。で私は前髪を作ってんだと思ってたわけ。その前髪の部分をこう反ってなくしてその前髪という状態を作ってるんだと思ったわけ。ここの生え際をなくして、っていうのを作ってるってことね。そう。もうそれほんと面白いけど絶対そるわけないじゃん。だから前髪として扱ってるからね、ちょっとこうなんだろう、分け目閉じたり、分け目開けたり、斜め分けにしたりすごいしてる。してた。だってピンク色のこのパチンみたいなやつを髪留めるやつ。プラスチックのなんか鉄のピンみたいなのがあるんだけども、よくヘアさんが持ってる、あれを前につけてたりするわけ。それは普通に髪をこう避けさせてんだと思ってたけど、それは前髪だけ前に来ようと前へ来ようとするけん横にしとったんじゃん。とか、横に行き過ぎてる日は前に来させたりとかね。あんちゃんたちが前髪をちょっとクリってカールさせるように、私も前髪をね毎回こう作ってるんです。なるほどね。ちょっとノッチみたいな髪型の人に聞いてみたくない？何を？前髪って意識があるんだどうか。どうかね。確かに私はずっとあったけど、そうみんなないのかもしんない。ノッチの髪型を真似してたりとか、こう前髪っていう短いのを作ってない人は、私は前髪がないですって思ったのか、いやこれは前髪ですって思ったのか気になんない。そうじゃね。ちょっと聞いてみたい。生徒のみんなでも気になる。そうじゃね。そうだね。聞いてみよう。はい。さあ、そんな私たち Perfume ですが、ユニクロヒートテックと Perfume が It's My Winter 私らしさを楽しむためのテクノロジーと題してコラボレーションが決定しました。そうなんです。すごいよ。世界のユニクロヒートテック。ではこちら詳しくはスペシャルサイトを見てみてください。お願いします。さて Perfume6 ツアー2016コズミックエクスプローラードームエディション名古屋ドームに来てくれた生徒の皆さん、本当にありがとうございました。次は11月12日の福岡ヤフオクドーム。はい、これもまた初めてですね。そうだね。初めていつもテレビ局にラジオとかテレビとかやりにね、キャンペーンで行く時に通るんじゃん。最初は左側バー通ってこれがドームですかってその横を通り切るまでの長い時間、なんじゃろうこのスタッフさんの何とも言わんこのプレッシャーというか圧というか感じるんよ。いつかはっていうね。いうのをこう望んでくれとる感じがな。それについに出るけんね。みんなに会えるの楽しみに待ってます。まずそうだな、どっから話したらいいかな。前髪か。前髪いきましょう。前髪からいきましょう。確かにそう言われてみたらそうだよね。前髪っていう認識ではなかったですけどね。多分ね、僕はそうだね、2009年ぐらいかな。10年かな。
でも10年の時にはないもんな。ないもんなっていうか、なんかないんだけど。わかんないんですけどね。ノッチ的には前髪あんだけど。ずっとあるんですよ。ちょっと遡って見てみようかな、これ改めてね。そうですね。だからスクローブロックのその放送後期に Perfume 研究員のガールズロックスのページにもあるし、生放送教室来てもらってる時とかもあるし、それだから見た目とかもガールズで、何持ってかれちゃうんだ、毎回ここで。持ってかれちゃうんだよ。気持ちゼロ番も出てきちゃった。Perfume ロックスの間違い。ガールズって言っちゃったからね。女子からさいいでしょ。あとなんだ、ユニクロもあって、ユニクロだからそうだよ。歌集家が着倒してボロボロになるでおなじみのユニクロヒートテック、この特別サイトも見る。でさらに今週末11月12日土曜日が福岡ヤフオクドームってことで、いやーいいね、行けるやつは本当にもう一度ドームエディション、ドームエディションだよ本当に。手を叩くんじゃない。気をつけていってらっしゃい。さあ明日のこの時間はスクローブロックの新ロッスの大王アレキサンドロス先生が登場。